書家詩集。6歳で筆を持ち、奈良京都で修練を積む。時に書を平面から解き放ち、空間や映像と融合させる彼女は独自の現代芸術の分野を切り開いてきた。フランスをはじめとする国内外の展覧会に作品を出展、数々の賞を受賞。 NHK 大河ドラマなどの多くのテレビ番組の題字も手掛け、その卓越した技と形式にとらわれない表現への情熱は高い評価を得ている。2023年10月、奈良県吉野町。自分を傷つけながら苦しみながら生きていることというのは本当に多いんじゃないかな。国軸山金峰山寺にて書家アーティスト詩集相集い金峰山修験地獄絵図お焚き上げ。詩集詩制作の地獄絵屏風六曲全4席、全長15メートルの屏風絵地獄絵図。人の持つ悲しみ、怒り、憎しみ、そして死への恐怖。渦巻く負の感情を筆に託し描いた詩集は、自らこの大連作を炎に帰すことによって苦しみから解き放たれることを祈った。子供の時からたくさんの習い事を親に頼んでさせてもらったんですね。自分の才能はどこに向いてんだろうと思って、子供ながらに自分の才能にとかセンスが
どこに向いてるのかということをなんか探求したい思いがあって、いろんなお稽古事をさせてもらっても好きというわけではないお習字が一番長く続いたんですね。好きではなかったんですか？大好きなのかと思ってました。好きという感覚は未だかつて一度も思ったことはないんですけど。今でも？そうですそうです。ですけど、それなぜなのにあんな厳しいお習字の訓練を、続けられたのかなと思っていたら、筆を持っている時間っていうのはこの心の存在を自分の体の外に置くようなことができるんですね、私の場合はですけど。それは子供の時から感じていて、で子供の頃どういう子供だったかっていうと、多動だったし思考も多動だった、行動が多動ってことは思考も多動ですよね。で思考が多動も行動も多動、多動児を代表して言いますと、とても疲れる、本人が一番しんどい。それはいろんなことに興味関心がある。いや思考がどんどん飛ぶし、行動もあちこちに行くし、例えば私は小学校の時に学級委員長だったのに、先生の教卓の隣のなんか特別席みたいな多動だからね、多動って落ち着きがないから。でも本人が一番しんどい、周りもしんどいかもしれないけれども、本人が一番しんどいので、ですけれども、この筆を持っている瞬間ってその小学校の時もそうだったんですけど、その多動から解放されるんですよね。思考の多動、行動の多動から解放される。それが多分高い集中力っていうことなんですけど、こう筆を持ってふにゃふにゃした筆をコントロールしようとすると、集中せざるを得ない。でそうすると集中するっていうのは無になることではなくて、一つのことに意識とか心とか行動を専念させることなので、他の思考をしなくてよくて、他の行動を取らなくていいので、平安が訪れるんですよね。穏やかになる。なんでしょうね、もう日常が荒波のような時間が凪になる。でそれがすごく平和で心地よくて、その時間を持ちたくて多分子供の頃からやめずに続けていたんじゃないかなと思います。その書好きではないけれども、その感覚を得たくてということですか？必要だったんでしょうね。必要だった。落ち着く唯一のという感じですか？平安とか平穏とかそういった言葉が合うような気がします。それ以外では得られない。そうですね。はい。それ以外では多分そこまでの集中力って出なかったんだと思います。その刺繍さんの人生全般において何か物事を落ち着いて考えるっていうのは、もう常にその書の時に全部集中してるって感じですか？考えないけど落ち着く、無心になるけど落ち着くなのか。人間って1日に6万回ぐらい思考してるんだそうですよ。決断もたくさんしてますよね。決断もたくさんしてるし、決断してる不利もたくさんあるけど、思考がもうすごくあちこちに飛んでるってことを。でも私たちが1日に使えるエネルギーなんて、ご飯食べたものとか息吸ったとか大したエネルギーはない、だけどそういったものに思考に6万回の思考にエネルギーを浪費して消費しているっていうのはすごく無駄だと思うんですよね。でそれを筆を持っている時には止めることができて、だから浪費しなくなるんですかね、エネルギーを。それは実感としてすごくあって、でその浪費しなくなったエネルギーをこの筆で書いた字にこのコーナー全てのエネルギーを注ぐことができる。でそうすると、その力が紙にしっかり宿る、強くなる。それは心地いいんですか？
楽。あとその心って美しいだけではないし、醜い部分も誰しもあるし、ざわざわしているし、自分の心だけれどもコントロールも難しい、悲しみとかイライラとか憎しみとか嫉妬とか寂しさとかいろんな感情があって、でもコントロールできないからこれもしんどい、寝れないぐらいしんどくなっちゃう。だけどこれも筆を持っていると体の外に置くような感覚があるんですよね。皆さんこんばんは、刺繍です。ようこそお越しいただきました。幼い頃から自らの多動性に身も心も疲弊していた日々を日常が荒波のようだったと振り返る詩集。字を書くことを好きだと思ったことは一度もないと語る彼女は、筆を持つことで止まらない思考を一点に集中させ、制御不能なエネルギーを体の外に置くことができるという。彼女にとって書くこととは、ただ好きで続けているわけではない生きるための呼吸のようなものなのかもしれない。そのご縁をより大きな力にするために、今日は2羽の鶴を書き上げました。寄り添う2羽の鶴はお互いを信じ合うことでより大きな翼を広げることができます。そしてより高く自由に、さらに遠くにたどり着くことができます。皆さんがこれまで築いてきたご縁が未来に明るい光となって皆さんの足元を照らしますよう、大きな力に、ご縁の力になることを願い、この作品を書き上げました。最後にこのご縁の力によって皆さんとまた日本で、上海で、中国で、どこか世界のどこかでお会いできることを心から楽しみにしています。お越しいただきましてどうもありがとうございました。谢谢子东老师的致辞。接下来呢，也请允许我为大家来翻译一下子东老师刚才的致辞。こうやって上海にまでわざわざいらして、その中国の皆さんと交流してっていうのを、これはもう長く続けてらっしゃるんですか？2018年も上海国際輸入博覧会の第1回目の時も、同じ上海のチームの皆さんと、大きな書と立体の作品を持ってきて展示をさせていただいて、で中国の皆さんに世界に漢字を発信してくれてありがとうって言ってもらいながら、そう展示をして、で交流はずっと続いていますよね。先ほどお話もなさったみたいに、その縁っていうのは中国から日本に来た非常に重みのある言葉で、そこに日本人がこのご縁の「ご」という字をつけて、でご縁力というので刺繍さんのこの今日完結した文字、言葉っていうよりもその力っていうか、その人と人の結びつきっていう、これいつ降りてきたんですか、刺繍さんに今日これを書こうって。2週間ぐらい前ですかね。2週間ぐらい前、この刺繍さんにとってご縁って何ですか、ご自身の中で。でも私はすごくいつも思っていることは、そこに委ねようといつも思っていて、なんでかっていうと、例えば私が出会う人が私を騙そうとしたりとかすることだってあるかもしれない、だけどそれは
自分が今までしてきたことがその程度だったんだと思うようにしている、だからもし出会う人が良ければ私が今までしてきたことがちょっとは良かったのかもしれないと思うようにしているので、自分からは切らないようにだけはいつもしてる、自分はちっぽけな存在で、大した経験もなく、大した知恵もないからそこは委ねようと思ってます。でご縁っていうのは結局人間関係をつないでいくってことだから、広げていくことでいい部分もあれば悪い部分もあったりして、である時それを止めたり進めてみたりってことあると思うんですけど、でもやっぱりそうは言っても生きていくって結局人間社会の中で人間同士とのつながりで自分の立場がポジションがあるっていうことなので、だからそういう、生きるってことに多分つながると思うんですよね、ご縁っていうのが。ある時そのご縁で人生がガラッと変わったってこともあるでしょうし、だから多分そういう局面って終わりだったと思うんですよね、この人に出会ったから人生がこう変わったっていう、だから何かそのご縁で人生が変わったっていうなんかそういうものも終わりだったのかなと思って。多分、地獄絵を焼いた時に、心の中のわだかまっているものとか心の中に芽生えさせてしまった地獄のような感情、それは誰しも怒りとか悲しみとか、許せない気持ちとか、イライラとか寂しさとか、そういったものを手放すことができたっていうのは大きいかもしれない。でそれらを手放すとどうなるかっていうと、今までこの人に昔こういうシチュエーションでこんなことを言われて私はとても傷ついたっていうことがあったとする。そうするとこの人に関係ないのに同じ言葉を言われた時にその傷が悪さをしてこの人を嫌いになったりとかこの人と縁を切りたくなったりする。そういうことってすごくあるなってずっと思っていて、で地獄絵を焼いた時にこの根っこを、焼き尽くすことができた。じゃああれ効果相当あるんですね、やっぱり。そう、本当に焼くっていう方の消失と失うっていう方の消失、それができた。でそうすると傷がないので、この人と会ってもこの人と会ってもこの人になっても受け止めずに、嫌なことを言われても受け止めずにさらりと流すっていうか、ことができるようになった。